日本旅行は人生の破壊装置なのか？日本を旅した多くの人が帰国した後、同じ言葉を口にします。前の生活に戻れなくなった。日本は誰かの人生を壊してしまうほど危険な国なのでしょうか？もちろんそんなことはありませんけれど、日本で過ごした後元の生活に戻った時、多くの人が強い違和感を覚えます。今日は日本旅行がなぜ人生の破壊装置になってしまうのか、海外の反応も織り交ぜながらその理由を紐解いていきます。1、夜を一人で歩けるという破壊。日本に来て多くの人が最初に戸惑うのが夜の街です。暗いのに怖くない。人がいるのに警戒しなくていい。スマートフォンを見ながら歩いても後ろを気にしなくていい。バッグを強く抱えなくてもいい。最初はその感覚に戸惑います。本当に大丈夫なのだろうか。そう思いながら歩いているうちに多くの人があることに気づきます。いつの間にか体に入っていた力が抜けていること。それは安心が先にある自由でした。多くの国では夜を歩くという行為そのものが注意や警戒とセットになっています。それは必要なことです。危険がある場所では身を守る意識が欠かせません。ただその前提の中で人は常に緊張した状態で夜を過ごしています。日本は特別なことをしているわけではありません。ただ何も起きない夜が日常としてそこにあるだけ。けれど一度その夜を知ってしまうと、元の国に戻った時同じように歩けなくなる人がいます。危険があることを頭では理解している。それでも日本で覚えたあの自由な夜が体のどこかに残り続けてしまうのです。海外の反応。正直に言うと、自分の国では女性が夜に一人で外に出るなんてありえないから。でも日本ではコンビニに24時間くらりと行けた。お財布とスマホだけ持って何も考えずに、後ろを振り返らなくていい。イヤホンを外さなくていい。それに気づいた時、ちょっと泣きそうになった。あ、私、こんなに緊張したまま生きてきたんだって。僕の国では夜の都会は特に危険で、何かあっても誰も助けてくれないことが多い。でも東京ではただ気の向くままに歩いていた。ネオンが綺麗だなって初めて思ったよ。夜の街が怖い場所じゃなくて、まるで漫画の世界みたいでワクワクした。2、ソロ活文化という破壊。海外では一人で行動する人が少ない国は実は多い。特にヨーロッパでは一人で行動すること自体をあまり好まない人も多い。レストランでの食事、パーティーや集まり、週末の外出、こうした場面は最初から誰かと一緒にいることを前提に作られている。一人で行けなくはないけれど、社会が複数人で行動する人を基本に作られている。よく海外は個人主義と耳にする。でもそれは一人で何でもできるという意味ではない。カフェで一人は問題ない。でも一人で食事をするのは気まずい国も多い。一人でいることが悪いわけではない。ただ一人行動がイレギュラーなこととして見られてしまうのだ。だから海外では一人でいると少し心配される。友達いないの？寂しくない？何かあった？いわゆるぼっちってやつだ。でも日本ではその感じが少し違う。一人でいることはかわいそうでも変でもない。ただ一人なだけ。日本社会は一人で来る人がいることを最初から想定している。ホテルのシングルルーム、一人旅向けのツアー、一人でも入りやすい店、一人でテーマパークに行ってもつわものだねくらいで生ぬるく見守られる。一人で行動することが例外ではなく選択肢の一つとして組み込まれている。この違いを知ってしまうと、日本でのソロ活は特別な行為ではなくなる。ただ一人でいるだけ。寂しいからじゃない。一人になると自由になれる。誰の目も誰のペースも気にしなくていい。その感覚に慣れてしまうと、海外に戻った時、なんで
一人でいるだけで理由が必要なんだろうって、ふと息苦しさを覚えちゃうことがあるのかもしれない。海外の反応。私の国だとカフェで一人はまあ許されるんだけど、食事ってなるとありえないの。店員にすぐ聞かれるんだよね。友達はって。日本ではレストランで一人でいることを説明しなくていい。それはこんなに楽だとは思わなかったわ。僕なんてイベントがあるたびに女友達に頼み込んで一緒に来てもらうのがもう日常なんだぜ。一人で行くって選択肢がそもそもないんだ。何なんだよ日本。ソロ活って何なんだよ日本。GS3 ってちょっと眩しいよ。3、静けさという破壊。日本では気づかないうちに音が少ない空間が日常の中にあります。電車の中、お店の中、夜の街。静かだからといって気まずいわけでもない。ただ静かな状態が保たれている。そうした環境の中では人の動きも自然と穏やかになります。急がせない、煽らない、今すぐ何かを決めさせない。日本の静けさは音がないことではなく、音が抑えられている状態です。この環境に身を置くと、多くの人が自分がどれほど刺激の多い場所で暮らしてきたのかに気づきます。日本では静けさが特別な演出ではなく、生活の前提として組み込まれています。それが人に安心感を与え、余計な緊張を減らしている。ただ、一度その環境を知ってしまうと、別の国の街に出た時、音や動きの多さを強く意識してしまうのかもしれません。日本が特別だったのか、それともあの静けさが人にとって自然だったのか、答えは簡単には出ません。けれど、一度知ってしまったあの静寂は簡単には消えてくれないのです。海外の反応。同じ地球なのかって本気で驚いたよ。だって人も車もめちゃくちゃ多いのにこんなにも静かなんだぜ。日本人はみんな忍者の末裔なんじゃないかって疑っちゃうな。クラクションも怒鳴り声も趣味じゃない大音量の音楽を勝手に鳴らしている奴もいない。日本に来て人ってこんなに落ち着いて生きられるんだって気づかされたよ。ある朝、すごく早い時間に出かけて満員電車に乗ってしまった。人生で一番の人口密度。正直それはそれでカルチャーショックだった。でも不思議と不快じゃなかった。多分お互いを気遣うあの静けさに感動していたんだと思う。人はそれぞれの国でそれぞれの当たり前を疑わずに生きてきました。夜は警戒するもの、一人でいるのは少し気まずいもの、騒がしさは仕方のないもの、それが普通だと思っていた。でも日本を訪れた時、多くの海外の人がこう感じます。自分たちが当たり前だと思って生きてきた世界と日本の文化はあまりにもかけ離れている。日本は誰かの人生を壊したわけではありません。ただ別の生き方が存在することを静かに見せただけです。日本旅行が人生の破壊装置だったと思わせてしまったのなら、日本の当たり前は世界の中でもかなり特別なものだったということです。だからこそ私たちはそれを失わないように静かに守っていく必要があるのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。これからも外国人が驚いた日本の文化シリーズ増やしてまいりますので楽しんでいってください。ではではまたね。